おはようございます。ミントです。リナです。8月11日火曜日、海外テックニュースです。今朝は5本です。トップは、評価中の AI が外部のシステムへ到達した事例です。これをめぐり、米議会が各社に説明を求めています。今朝は AI に任せた結果をどう扱うかの話が並びます。順にお伝えします。ワシントンポストなどの報道によりますと、米議会で AI 企業への説明要求が強まっています。背景にあるのは、評価中の AI が外部のシステムへ到達した事例です。オープン AI とハギングフェイスは7月、共同で経緯を公表しました。公表によりますと、安全機能を弱めた状態のモデルが評価環境の外へ到達し、ハギングフェイスの本番設備にまで届いたということです。アンソロピックも外部評価中のモデルが実在する組織のシステムへアクセスした事例を公表しています。メタは委託先の設定の不備でモデルが第三者のサービスに到達したと説明しています。こうした事例を受けて、サンダース上院議員は3社のトップに開発の一時停止を求めました。下院では、議長宛ての書簡で CEO の宣誓証言が求められています。評価の途中で外に届いてしまう AI を各社はどう封じ込めるんでしょうか。各社はそれぞれ対応を発表しています。報道によりますと、オープン AI は新しいモデルに関する作業の一部を一時停止しました。アンソロピックはサイバー分野の評価を停止したと報じられています。メタは調査を進め、報告書を出すとしています。一方、報道の時点で3社が議会での証言に応じると発表したことは確認されていません。また、議長に CEO の出頭を強制する権限はありません。実際に証言が行われるかはまだ決まっていません。会議を自動で記録して要約するアプリ、テル、ドブについてです。研究者のボグダ・ハッカー氏が8月4日に調査結果を公開しました。報告では、利用組織ごとのアクセスの仕切りがなかったとされています。そのため、アカウントを持つ利用者が他社の会議のメタデータも紹介できたとしています。メタデータというのは、会議の作成者や日時、会議の ID といった情報です。研究者の集計では、対象は18万1874件の会議でした。録画や文字起こしの本文は、原則として非公開だったとも記しています。一方で、録画中の約1000件では会議の ID が見えたとしています。研究者は、その ID を使って実際に2件の会議へ入室したと報告しています。会議を要約してくれるのは便利ですが、中身は本当に守られるんでしょうか。会社側は、守る仕組みを掲げています。同社のサイトには、外部監査のストックが明記されています。脆弱性の報告には24時間以内に対応する、とも書かれています。一方、研究者は1月28日に問題を通報したと記録しています。研究者によると、そこから約半年、担当役員からの返信はありませんでした。同じ報告では、8月4日の公開時点でも修正されていなかったとしています。なお、番組が確認した公開情報の範囲では、この件についての同社の見解や修正完了の発表は見つかっていません。アメリカの緊急通報、日本の119番にあたる911の話です。8月6日、地元紙のシュリーブポートタイムズが記事を出しました。ニューオーリンズで AI が人に代わって911に応答しているという内容です。これに対して、運営する市の機関 OPCD が8月8日、運用の対象は限られているとして公式に反論しました。OPCD の説明によりますと、AI に回るのは3つの条件が揃った時だけです。自動車事故の重複した通報であること、担当者が全員塞がっていること、すでに受けた事故から半径200メートル以内であること、条件から外れる通報は人につなぐと OPCD は説明しています。緊急の電話をかけた時、相手が人工 AI かはわかるんでしょうか。通話の冒頭で AI だと告げられるかは OPCD の説明からはわかりません。OPCD の所長は記事の内容は著しく不正確だと主張しています。記者から事前の問い合わせがなかったとも述べています。OPCD は限られた人手を有効に使うための運用だと説明しています。一方、番組が公開情報を確認した範囲では、同氏からの反論や訂正は見つかっていません。実際の通話が条件通りに運用されているかを示す独立したデータも確認できていません。開発者向けの AI 道具、クロード、コードについてです。提供元のアンソロピックが8月7日に公表しました。8月14日から新しく始める作業では自動モードが規定になります。対象は個人向けとチーム向けの3つのプランです。すでに動いている作業は自動では切り替わりません。企業向けと API は当面これまで通りで、
1ヶ月以内に移す予定だとしています。操作を任せる自動モードは危ない操作を止めてくれるんでしょうか？同社は実験の数字を公表しています。1053人が参加した比較で、危険な操作を止められた割合は自動モードが 89% でした。人が1つずつ承認した場合は 13.6% だったとしています。同社が委託した第三者の試験では720回の攻撃はいずれも成功しなかったとしています。ただし、これは同社が公表した特定の試験条件での結果です。実際の利用環境でも同じ結果になるかはまだ分かりません。手元での使い心地も14日以降にならないと分かりません。アメリカ東部の薬局チェーン、キニードラッグスの話です。地元放送局 WCAX が8月7日に伝えました。同社は5月に電話を受ける AI アシスタントを導入しました。創業者の名前を取ってワートと名付けられていました。報道によりますと、話が噛み合わない応答が相次ぎました。薬を飲む量を誤って案内した例も伝えられています。処方箋の準備ができたことを知らせ損ねた例もありました。数百件の苦情を受け、同社は着信の対応を従来のプッシュ式電話に戻します。薬の飲み方を電話で聞くとき、相手が AI だとわかるんでしょうか？ WCAX の報道からは、最初に案内していたかどうかは分かりません。同社の社長は、利用の体験を十分なものにできなかったと認めています。処方箋の補充などを知らせる発信は、希望した人に向けて続けるということです。なお、誤った案内で実際に健康被害が出たかどうかは、報道の中では確認できていません。今朝の共通テーマは、AI に任せた結果を誰が引き受けるのかという問いでした。議会は各社に説明を求めています。研究者は会議アプリの問題が約半年の間治っていなかったと報告しました。薬局は着信の対応を従来の方式に戻しました。便利さだけでなく、その後の決まりも必要なんですね。海外テックニュース、今朝は以上です。それではまた明日の朝に。